ペンネームこたつさん、20代の男性からいただいたお悩みです。良い時代になったもので、人の価値観や考え方に多く触れることができる世の中になりました。西郷翔さんの動画もその一つです。しかし困ったことが起こりました。どんなに素晴らしい考え方や価値観を知ったとしても感情に勝てないのです。悲しい時、きっと時間が解決してくれると頭で理解していても、悲しみは消えません。怒っている時、自分は怒っていると頭で理解していても、怒りは消えません。嫉妬している時、嫉妬は間違っていると頭で理解しても、嫉妬は消えません。私の思考と感情は常に逆です。どっちが私なのかわからなくなる時もあります。反発せずに自分を受け入れることもしました。悲しんでもいい、怒ってもいい、嫉妬してもいいと。しかし残った自分は嫌な人でした。感情が思考よりも強いのならば、私はもう言葉で変われないのかもしれません。よろしければ西郷翔さんの考え方、価値観をお聞きしたいと思いメールしました。どうぞよろしくお願いします。こたつさんのこの悩みは、実は人類が古今東西、有史以来ずっと突き当たってきた問題なんですね。私のこの悲しみ、私のこの苦しみ、私のこの怒り、嫉妬、妬み、意地、見栄。この人類の感情の問題、この問題に今から2600年近く前のインドで命がけで全てを捨ててこの人間の心の問題に取り組んだ人がいます。それがお釈迦様です。もともとお釈迦様は現在の北インド、ネパールですね。そこの地方の王様の息子として生まれ育ち、そしてヤショダラ姫という素敵な奥様と、そしてラーフラという息子さんもいた。一国の王の息子として何不自由ない生活をし、そして家族もいた。ところが29歳の時に突然全てを捨てて出家してしまうんですね。そして様々なそれまでの人たちがどんな人たちもやったことがないだろうっていうような苦行をなさって、けれどもその苦行でついにこの心の苦しみを手放すということはできないっていうことで、そしてその苦行を今度離れて菩提樹と後に呼ばれる木の下で何があってもこの心の苦しみの原因となるその葛藤を打破するまではここを動かないと決意をして、そしてついにこの菩提樹の下で悟りを開かれたんですね。これが35歳の時。29歳で出家をして35歳で悟りを開かれるまでの間。で、この間ですね、ずーっとこの人間の感情の問題、自分の心の問題に徹底して取り組まれて、そしてなぜ私たちの心がその苦しみを、憂いを持つのか、私ってそもそも何なのか、ね、それを超えられた人、それがブッダです。その後、ブッダの教えをやはり学んで、そして同じようにこの自分の心の葛藤を超えていった人たちがたくさんおられるわけです。私の場合は縁あってお寺に生まれました。お寺の息子として育ったわけですね。けれども近くにお寺がある。仏の教えがあった。そして大学でも仏教学を修めたにもかかわらず、自分の感情の荒波にずっと振り回されてきたものの一人です。でも、あまりにやはりそれが苦しい
ということに直面して、そして改めてね、近くに当たり前に仏教があったのに、それを自分で本当に学ぼうと思ってなかったっていうことに気づいてですね、そしてこの仏の教えを改めてね、徹底して学ぼうと決めて、そして、心の修行をしてきました。で、今のそのこたつさんの悩みですね、おそらく私の一問一答なんかを見たり、いろいろな他の人の本を読んだり、もちろんいろいろだ、今 YouTube でもね、いろんな情報を発信している人がいるので、いろんなことを見て、いろんなことを聞いて、自分の感情に対しての向き合い方とか、その方法とか、でそういったことをね、おそらく自分でも知識として得て、自分でもやってみたってことがあったんだと思うんです。お釈迦様の教え、その教えをですね、記した言葉に古代インドのパーリ語というものがあります。このパーリ語の教えの中にですね、パーリ語で書かれた教えの中に、シッカーパダンという言葉が登場します。シッカーというのは学ぶということなんですね。でパダンというのは言葉という意味なんです。で、この言葉が元になって戒律というものができたんですが、私たちがこの心のいろいろな苦しみを手放していく、その修行方法としてですね、ブッダは瞑想ということを非常に集中力を高めていく。自分の心の内側で起きていることを観察し、その心の内側で起きている様々な苦しみを克服していくって、そのために自分と向き合うという、それを修行していくのが修行なわけですけども、先ほどのこのシッカーパダンのシッカーというのは学ぶ、訓練するという意味があるんです。で、こたつさんもね、いろいろ自分がいろいろ思い悩んだり、苦しんだりって言って、そういう中で、何か自分の心の中の憂いを克服したいと思っていろんなものを読んだり見たり聞いたりして、でその中で私の一問一答にも行き当たって、そしてそこでね、いろいろ自分の怒りについて、悲しみについて、これについて何とかしたいと思って、でそれをね、悲しみを見つめる、それとか怒りを見つめる、でそのことをしてみたと。だけどもなかなかそれうまくいかないよということで、今回感情の方が私たちの考えると言いますか、その理性よりも強いんだったら、これはもうどうしようもないですねっていうところへ突き当たったわけですけど、このね、ブッダの説かれた教えっていうものは、様々な教えというのは、それを聞いたからできるっていうものじゃないんです。まさにこの言葉をしっかりしていく、つまり訓練していく、練習していく、鍛錬していくということによって、それを超えていくわけですね。で、これはね、スポーツを、もし、こたつさんがしたことがあるんだったらわかると思いますけども、今はね、本当に便利な時代になりましたね。YouTube でも何でも、例えばゴルフをやってる人であれば、そのゴルフのショットをどう打つかっていうことを解説している。しかもプロが解説している。ね、ボクシングをやってるんだけど、ボクシングのパンチをどうやったら強いパンチが打てるようになるか、それをですね、ボクサーが解説しているとかね。私は空手をやってますけど、空手だってね、蹴り方、突き方、体力のつけ方、それから柔軟性の高め方、いろんなもの、ありとあらゆる人たちが発信をしている。で、それを見て学ぶことができるんですよ。すごい時代になりましたね。けれども、それを学んで、なるほどねって、例えば、自分の股関節を柔らかくしていって、そして、上段回し蹴りをきれいに高く蹴れるようになる。そういう方法を教えているものがあったとしますよね。でそれを聞いたら、本来であれば道場に行って、昔だったら、その入門して学ぶことを今は YouTube とか本とかで手軽に学べてしまうんですよ。で、それは決して手軽に学べるからといって、手軽に学べる、誰でもできる簡単な股割りの方法とかね、誰でもこのコツを知ればパンチが強くなるっていう方法があって、それを、その長い歴史を、時間をかけて、その強いパンチを、自分のものにしてきて来られた方の、その
練習の秘訣っていうことを簡単に教えてもらえるんですよ。で、ここでね、問題は何かというと、簡単に教えてもらえる誰でもパンチが強く打てる方法、ただで YouTube で教えてもらえます。で、それを、すごくそれは便利なことだし、すごいことだと思うんですよ。でもそれはイコール私たちがそのパンチをすぐに強く打てるか、ようになるっていうことでは全くないわけですね。そう、私たちはね、今、いろいろな情報が、本当に価値ある情報、それからものすごいテクニック、ね、そういったことを YouTube で手軽に学べる時代になった。本を買って1500円でいろんなことを学べる時代になった。そうやって、自分が何か問題に突き当たった時にそれを何とか克服しようと思って本を買ったり YouTube を見たりして勉強する。で、このことは本当にすごいことなんですけども、素晴らしいことなんですけど、それがあまりにも、手軽に手に入るようになったがゆえにですね、同時にちょっと勘違いしてしまうんです。そしてまた教える人も、ね、本当に3秒で体が柔らかくなる方法とかね、それから、もう3日で何々できる方法っていう形で、教えているわけです。だけれどもね、本当に、例えばゴルフが、ショットが打てるようになる。本当に何か一つの、例えばパンチが強く打てるようになる。キックが強く打てるようになる。っていうのは YouTube を見て打ち方を学んで、そして打ち方を自分が知ったからできるっていうことことではないですよね。そう。シッカーなんですよ。繰り返し練習するしかないわけです。で、この人間の感情の問題っていうのは本当に長い間、ね、有史以来ずっと人間はその感情の問題に突き当たってきたわけですね。本屋さん行ってみてください。もう怒りの鎮め方のトレーニングを心理学者の人が書いてるものもあるし、精神科医の人が書いてるものもあるし、自己啓発が書いてるものもあるし、それからスポーツの何か成績を残した人が書いてるものもあるし、いろんなものが、いろんな人が、いろんな心を強くする方法について本屋さんに行ったら書いてるわけです。ものすごいあるわけですね。でも、それはイコール、その本を出して売れるということなので、つまり、そうやって自分の心の悲しみとか苦しみに打ちひしがれてどうしようもないという人たちがたくさんいるということなんですよ。で、その本がたくさんあって、その本を見てね、で、あるいはこうやって、ブッダもそういうことを説いた人の一人なわけです。心の苦しみを手放して、そして幸福になる教えを説かれたわけですから。でも、そのことをこうやって YouTube で聞くことができる。ね、でもそれを聞いて、じゃあ、皆さんが瞬時に自分の心の苦しみを手放すことができるようになっているんであれば、もうその本は売れない。ね、もうそのようなことを教える人ももういない。なのに、未だに、この心の痛みに関して、悲しみに対して、その克服方法を説いている人もいるし、そしてそれを求めている人がいる。ということは、何を意味するかって言ったら、まさにこれスポーツと一緒なんです。この自分の心の感情を自分の理性を持ってね、きちんと見つめて、そしてこの心の悲しみ、苦しみというものを克服していくというのは簡単なことではないということです。聞けば簡単。でもそれを実際できるようになるのは簡単なことではない。例えばサッカーでも J リーガーの人とか世界のトップ選手に蹴り方、ドリブルの仕方、シュートの仕方、教えてもらって、いい話を聞いたと。素晴らしいテクニックを学んだ。じゃあ、すぐに、それをマスターしたと同じようにできるかって言ったら、できないですよね。そう、何が必要ですか？シッカーです。鍛錬が必要です。繰り返し鍛錬が必要です。私、空手道場でもう20年以上教えてるんですけども、空手道場で、入ってきた子がね、時々先生のように黒帯になるにはどうしたらいいですかっていう質問をするんですよ。でその質問に対して私が答えてあげられるたった一つの答えは何かと言ったら、黒帯になるまでやめないこと。そうなんです。黒帯になるまでやめないことなんです。
そう。黒帯になりたかったら黒帯になるまでやめないこと。自分の悲しみを克服したかったら悲しみがなくなるまで、その悲しみが癒えていくまでやめないこと。そのトレーニングを。それが唯一の答えであり、王道なんです。私の言っていることが信じられないっていうんだったら、どうぞ何かの分野で突出した成果を出している人、何かの分野でマスターと呼ばれる人、そういう人たちに聞いてみてください。あなたのようになるためには何が一番大切ですか？どういうコツがありますか？どうしたらあなたのようになりますか？必ず皆さん言うでしょう。正しいやり方を知って、シッカーすること。鍛錬すること。それ以外方法はないんです。センスっていうものがあります。残念ながら。人によってね、それが早く、他の人よりもより早くそのことを達成していく人もあれば、なかなか練習してもそれが上達しないという人もいます。それは人によって確かにその習得のスピードも違う。ね、一つのノウハウ、素晴らしいノウハウ、どんなに素晴らしいノウハウを聞いても、3日である程度コツをつかんで、少しずつもできるようになる人もいれば、3年やっててもなかなか上達できない人もいる。けれども、どちらにしても言えることは、もしあなたが何かをマスターしたかったら、それをマスターするまで諦めないこと。そしてまた、それをマスターしている人に、きちんと学び、そしてそれを自分の足りないところを指摘していただいて、そしてそれを上達させていくこと。どっちにしても、何か一つの物事をマスターしていこうと思ったら、その物事を鍛錬していく。それ以外の方法はないんです。さて、ブッダという人は、それをですね、自分の家族まで離れて、そして全てを離れて、そのことだけに徹底して取り組んだ人なんですね。そのことというのは自分の心のマスターになることです。サッカーを本当に上手になりたかったら、その他にもいろんなやりたいことはあるでしょう。けれども、そのことを全部やめて、かなりの優先順位をそこへ割いていく。もちろんね、私たち僧侶だってそうですよ。そこを求めて、すべてをやめて、そして、修行道場へ飛び込むわけですから。ね。だから、それでもなかなか自分の心のマスターになるってことは簡単ではないですね。現在、私のいるこの複合寺でもお弟子さんたちが何人も修行してますけれども、そう簡単に自分の心の悲しみとか憂いとか不安とか、それを克服できるかって言ったら克服できない。けれども、当然、そこに専門的に飛び込んできて、そしてそれを専門的に自分の心の憂いをですね、細かく詳細にその憂いが発生してくるという、その発生を自分でね、そのメカニズムを理解して、それを見つめ、そしてそれを克服していくっていうこと。で、これに対して一生懸命取り組むわけですよ。けれども、なかなかそう簡単にね、1日2日で3日で、あるいは10日間で、1ヶ月で、それを習得できるかって言ったら、それを簡単に習得できるものではない。けれども、言えることは、それを本当に本気で乗り越えたかったら、それに向かって取り組むこと。で、じゃあ、ブッダの教えというのは、それに取り組んで、それが全然上達しない教えなのかって言ったら、そうじゃないから、2600年の時を超えて世界中に広がり、現在まで私たちにそのブッダの教えが届いているわけです。ブッダの教えが眉唾物だったらすぐ消えてると思いますよ。けども確実に大変なことではあるけれども、それを修行して自分の心のマスターになっていく。このマスターの度合いっていうのもありますけどね。その一流、超一流のマスターなのか、一流のマスターなのか、二流、三流だけれどもちょっとマスターしたのか、という程度の違いはあるけれども、確実に再現性のある方法なんです。それが仏教なわけです。そして、それをこたつさんが克服できなかったからといって、他の人が克服できなかったかって言ったらそうじゃないんですね。その再現性のある方法ということを繰り返し訓練していくことによって、心の苦しみを少しでも手放していくことができる。そして実際にそれをした人たちがたくさんいるっていうことなんです。なので、こたつさんの問題は何かと言ったら、おそらくこたつさんね、何でもいいけれども、本気で何か一つのことを、ある一定のレベルまで達成したことが、こたつさんはないのかもしれない。
心技体という言葉が武道にありますけれども、この心技体というのは、実は難しい順番から並んでるんですね。心ということ、技ということ、体ということ。一番簡単なのは体なんです。だから皆さんが何かスポーツを学ぼうと思ったら、必ず体力作りから始まりますよね。それはね、簡単だからなんですよ。入りやすいからなんです。全部大事なんですよ、心技体。だけども一番入りやすいのは体です。その次が技、技ですね。いろんなテクニックがある。で、最後心。これは難しいんですよ。目に見えないから。つかみどころがないから。だけれども、この心のマスターというのが、実はブッダであり、その心のマスター、それを目指して修行するのが修行僧なんですね。小達さんもいろいろと価値のある言葉に出会ったり、素晴らしいアイデアに出会ったりしている。そして今回もまた一問一答に出会って、そして、私の価値観と言って質問をしてこられましたけど、私の価値観ではなくて、ブッダが、そして多くのこれまで先人たちがですね、成し遂げてきたこの心のマスターの方法、それが仏教です。で、この仏教を私はいろんな、方面からいろんな質問を通じて皆さんにお答えしているというのはこの一問一答なわけですけれども、ぜひね、小達さんね、勘違いしていただきたくないのは、その話を聞きました。ああ、いい話を聞いたな。いいテクニックを聞いたな。素晴らしい価値観を聞いたな。素晴らしいアイデアを聞いたな。そして、だからといってそれがすぐに自分がそれをマスターできるかって言ったら、そう簡単ではない。ね。簡単に価値観、素晴らしいノウハウが手に入る時代だからこそ、多くの人が勘違いするんですよ。で、多くの人たちが今みんなね、スピードっていうことを考えてます。より早く、できるだけ早く、すぐにかゆいところに手が届く。それを望んでます。だけれども、そう簡単には自分が本当に望むものは手に入らないというのが現実です。いろいろな物事が短縮化している世の中に今はなってますけれども、残念ながら自分の心のマスターになっていくというのに近道はない。地道にこれを何度も何度もくじけながらも失敗しながらもうまくいかないながらもでもチャレンジをして克服していく。そうやらないと心技体の中で最も難しいこの心のマスターなんていうのは到底たどり着けないんです。なので、ぜひね、小達さん、ここは自分が今すぐ心の悲しみっていうものがね、克服できない。だからといって、これはもう無理なんですねっていうことを決めつけてしまうということはしないでほしいんですね。処方箋、何か。いろいろ私の一問一答をご覧になったんでしょうね。そして、自分で心の中に怒りが起きてきた。そしたらその怒りをちゃんと見つめるっていうこと。で、その見つめるっていうことによってね、怒りが消えるかってなかなか消えない。みんな怒りを持つんです。みんな悲しみを持ちます。悲しみを一切感じないということはもう人間ではない。けれども、ぜひチャレンジしてもらいたいのは何かというと、悲しみを私たちは持つとか、怒りを持つとか、何かが起きてムカッとするとか、イラッとするとか、わーっと落ち込んでしまう。それはみんなある。それはいいんです。だけれども、この怒りとか悲しみとか心の痛み、でそれを持ち続けるということが自分を苦しめていくんですね。なので、もし怒りが湧いたとき、その怒りが湧いてきたら、その怒りに対してね、怒りが湧いたなっていうことをまず見つめる。で、その怒りが湧いたなっていうことを見つめた後に、その怒りがずっと持続していく。これをできるだけ抑えなければいけない。上達してくると、この怒りが自分の中で、この自分の中に怒りが芽生えるという、そしてドンと大きくなるわけですね、怒りっていうのはね。自分の心の中にその怒りの種が入って、それがドンと大きくなるんです。で、その衝撃が大きければ大きいほど、私たちの脳の深い部分にそれが刻み込まれてしまうんですね。けれども、この怒りが起こるということの前段階で、それがものすごく小さな火種のうちに、これを抑えていくということができるようになっていくんです。心のマスターになっていくと。それを練習していくと。なかなかすぐにはその境地には至れないかもしれませんが、覚えておいていただきたいのは、ぜひね、この心の鍛錬というのはすごく時間がかかるんです。スポーツでプロになっていくのと同じぐらい大変なことなんです。けれども、これに対して全身全霊で人生をかけて取り組んでいく価値があるっていうことなんです。そこに少しでも多くの人に気づいてほしいと思っています。
普段みんな私たちは生活していくのに一生懸命なので、いかにしてお金を稼ぐか、いかにして仕事をもらうか、いかにしてお客さんを喜ばせるか、そういうことに一生懸命になって不信しているわけですね。けれども、残念ながら自分の心に振り回されていったら、そういった生活が乱れたり、人生が崩れていってしまうことがある。私たちが何か一つ自分のね、なりわいを作っていくときに一生懸命勉強して、これまでどれだけ勉強してきましたか？受験をするためにどれだけ勉強してきましたか？そして仕事を得ていくためにどれだけたくさんの時間をかけて、お父さんお母さんたち、学校、塾、いろんなところで私たちは勉強してきたでしょうか？自分で飯を食っていくということのためにどれだけ時間とエネルギーとお金を使ってきたでしょうか？でも、それを自分の心を収めていくというために使う人はいない。そうでしょ？だから、心は幼いままなんです。未熟なままなんです。それを YouTube を聞いたり、本を読んだりして、なんとか少しでも心の苦しみを手放したい。その思いと、その気持ちはとても素晴らしいことです。でも、そう簡単に心のマスターになるってことはできないっていうことは覚えておいてください。そう。修行は簡単なことではない。けれども、ここに本気で取り組んでいくという価値はある。ずーっと生きていくわけですから、死ぬまで。ずーっとこの心っていうやつと付き合っていかなきゃいけないわけですから。人生のどこかでそういうチャレンジをなさる、そのきっかけを一問一答で得られたんであれば、どうぞね、小達さん、諦めずに自分の心、この心の中に起こってくる悲しみ、これを見つめてください。ね、そしてその悲しみと徹底的に向き合ってみてください。苦しいです。簡単にはいかない。ずっとその悲しみや苦しみを持ち続けるということが、私たちにとって、その人生の多くのエネルギーと時間を奪ってしまうということなんですね。この一問一答では伝えきれる範囲っていうのがありますけれども、ぜひね、くじけずに、もう私にはダメですってギブアップしたらそこで終わりです。そんなこと考えたくないなって、それはそれで終わりです。けれども、私は決してそれを強要することはできませんけれども、ぜひ、これをですね、諦めずに、取り組んでいく。そうしなければ、心のマスターなんていうのはなれるはずがないっていうことです。練習をし続けなければ、ゴルフでも、野球でも、サッカーでも、何でも、一つの境地にまで至ることができないということです。ぜひ、心のマスターになるということがかなり難しいんであれば、ぜひですね、小達さん、どうぞ自分の今お仕事をしているのかな、学生さんなのかわかりませんけど、何か一つ目に見える形のあることをある程度のレベルまでね、飛び抜けてやってみてください。そしたら何か一つのことをマスターするというのがどれほど難しいのかということがわかるから。いいですか？練習しない限り全てのことは自分に身につかないんですよ。そのあらゆることの中で最も難しい、マスターしていくのが難しいのが実は心なんです。さて、ということで、その悲しみ、苦しみ、それを克服していくというのは簡単なことではないということをぜひですね、知った上で、でもこれに対して取り組んでいく価値はあるということです。どうぞ、私の考え方を聞かせてくださいということなので、私の考え方を最後にまとめて申しますと、私は心というのは、ものすごくこれをマスターしていくっていうのは大変だし、相当な鍛錬が必要ですね。相当な鍛錬が必要です。でも、大変だからといってこれに取り組まないという価値がないのかって言ったら、取り組む価値があるっていうことですね。なので、私も、そうとしてそこに向けてですね、徹底的に取り組むということをしてきました。そしてそれに取り組んできてよかったなと今は思います。ここが克服することが少しでも、その苦しいところを抜けることができたら、その後すべての見え方が変わってくるわけですから。仕事しても勉強しても、いろいろな人との人間関係を作っていくにあたっても、こんなに自分の人生をですね、生き生きと変えてくれることはない。なのでぜひね、その心に関して、憂いを持つ、これが本当に苦しいのであれば、それをですね、諦めずに鍛錬をしていっていただければと思います。はい。ということで私の結論。これは失火ということです。鍛錬、訓練、修練。諦めることなく、忍耐力を持って、でも、これを喜んで、楽しんで、人生で最も価値あることとして修練していく。それが私の立てた誓願であり、私の修行ということについての
考え方です。心のマスターになりたいというのが私の修行の動機であり、そして誓いだったということですね。はい。ということで、ぜひ、こんなご縁を一問一答を通じて、こたつさんと得ることができたので、どうぞこたつさんも諦めずにチャレンジしていきましょう。大変ですけどね。応援しています。